よしっと。なんだおい、どうしたんだよ、セブン。すごい汗じゃないか。大丈夫か？あ、大丈夫だ。ちょっとめまいがな。大丈夫って、どう見てもそうは思えないぞ。本当に平気かよ。どうして俺は、ここに。何言ってんだよ、セブン。2の扉を開いて、俺たちはこの部屋に、忘れちまったのか？いや、違うんだ。そういうことじゃねえんだ。少しな、記憶が戻ったんだよ。俺はここに、来たことがあるらしい。え？だから、この部屋に来たことがあるって言ってんだよ！来たことがあるって。いつ？どうして？青いライトのな。なんだよ、それ。もう少しなんだ。あと少しで全てを思い出しそうなのに。そうだ！実験！この船で実験が行われてたんだ！実験？実験って何の？人を操る。人を意のままに操るための実験だ！なんだよ、それ。青いライトのな。さっき言ったのは、実験の被験者となった子供たちの名前だ。他にも4、5人はいたはずだが、全員の名前は思い出せねえ。ああ、そうだ。そうだったんだ。だから俺は、ここに。実験。クレイドル製薬。少年少女連続不明事件。俺はその事件について追っていた。そうだ。確かこのベッドの下に穴が潰されてる。いや、別の部屋なのか。ここと同じような構造をした部屋なら他にもたくさんあるだろうし。なあ、一体何を思い出したって言うんだよ。一人で納得してないで俺にも教えてくれないか？思い出したって言っても全部ってわけじゃねえんだ。取り戻した記憶は断片的でまとまりがなく、ぼんやりとかすれちまってる。それでも構わないよ。断片的でもいいから教えてくれ。どうやら俺は刑事だったらしい。刑事？そうだ。今から9年前、俺は少年少女連続不明事件について追っていた。知ってるだろ、あの事件のこと。あの頃俺は中学1年生。詳しいことはよくわからないが、概要くらいなら。確か当時の俺と同い年ぐらいの子供たちが突然行方不明になっちまったんだよな。新聞でもテレビでも連日のように報道してたっけ。そうか、セブンはあの事件を。ああ、そうらしい。で、捜査を進めていく間にクレイドル製薬って名前の製薬会社が事件に関与してることを突き止めてな。その会社の内部の人間から情報を引き出すことに成功したんだ。そいつはこう言った。今夜 X 埠頭から船が出る。子供たちはその船に乗せられ、沖合に停泊している大型客船と連行されるらしい。ってな。そして俺はその埠頭へと向かった。物陰に身を潜めて様子を探ると、岸壁に一艘の不審船が横付けされているのが分かった。その船上と周囲にちらほらと人影が見えてな。どうやら黒いスーツに身を包んだ男たちが大きな袋に詰め込まれた何かを船の中へと運び込んでるみてえだった。
その重量感、たわみ方を見て俺は悟った。間違いねえ。奴らが運び込んでいるのは人だとな。気づいた時にはもう俺の体は動いていた。物陰から飛び出し銃を構えた。動くな。だが次の瞬間、俺の後頭部には硬い金属が押し当てられていた。銃を捨てろ。激鉄の下げられる音が頭蓋骨に直接響いた。て、悔しいがどうしようもなかった。俺は声に従いゆっくりと足元に銃を置いた。その直後、首筋に鋭い痛みを覚えた。何か針のようなものを突き刺されたらしい。注射か。俺はそのままうつ伏せになって倒れた。頬には冷たいコンクリートの感触があった。それを最後に俺の意識は途切れた。硬い床の上で俺は目を覚ました。くそ、頭がガンガンするぜ。どこだここは。粗末なベッド、薄汚れた洗面台、ドアのついていないむき出しのままの便器。どうやらそこは刑事である俺にとって馴染みのある場所のようだった。独房か。便器の反対側の壁には一枚の扉があった。俺はよろめきながら身を起こしてその前に近づいていった。扉に手のひらをついて前後左右に圧力をかけてみた。だが開かねえ。当然だ。独房にぶち込んでおいて鍵をかけないわけがない。何度か体当たりも食らわしてみたが無駄だった。だよな。俺は一人つぶやいてその場にどさっと腰を下ろした。それからどれぐらいの時間が経ったか、俺の耳にふとかすかな声が届いた。声は遠かった。なんて言ってるのか聞き取ることはできなかった。だがそれは確かに俺の鼓膜を震わせていた。変声期を迎える前の甲高い声。そう、子供の声だ。声は一つじゃなく重なり合って響いていた。複数いるな。5人か6人か、いやもっとか。どこだ、どこから聞こえてくる。俺はキョロキョロと辺りを見回し壁に耳をつけてみた。違う、こっちじゃねえ。左か。左のベッドの下が。俺は鋼鉄のフレームをがっしり掴むと力任せにベッドをひっくり返した。見つけた。すぐに分かった。ベッドが置かれていた壁の下の方に金網に覆われた通気口があった。腹ばいになって奥を覗き込んでみたが暗くて何も見えやしない。だがその先から声が聞こえてくることは間違いなかった。どういうことだ。なんでこんなところに子供たちが。思い出したのはクレイドル製薬の内通者の言葉だった。今夜 X 埠頭から船が出る。子供たちはその船に乗せられ沖合に停泊している大型客船と連行されるらしい。おいおいおい、まさかここはその大型客船の中だってのか。とにかくどうにかして子供たちのところへたどり着けねえもんかと俺は考えた。その時目に入ったのは金網だった。いけるか。俺は指を鍵爪のように折り曲げて網の目をがっしりと掴んだ。そして
しゃー